フランスでの滞在が本日で最後で、明日からイタリアへ向かう我々ビートナイトとワイフナイトなんですけども、最後の夜はミレットファミリーと夕食でございます。夕食なんですけども、なんとピッツァ。私とワイフ内藤さんはイタリアに行くということで、ピザとパスタは避けて生活をしておりましたが、ミレットファミリーのたっての希望でピザを食べに来ました。ちょっと寂しそうなステファンさん、本当に大変お世話になりました。ありがとうございます。行ってきます。Yusuke, enjoy your travel in Italy. Enjoy your stay. Enjoy everything. はい、というわけでフランス旅が終わりました。今から我々はイタリアはミラノに行きます。私人生初のイタリアでございまして、そこで以前ですね、キャンプでワインという動画をアップしたんですけども、大阪でスーというワインショップをやっているサンちゃんとイタリアミラノで合流して、そこからは3人でミラノ、そして最終的にはベネツィアに、ベネツィアだよね。はい、ベネツィアです。ベネツィアに行く予定でございます。そして私はそこから日本に帰国という。イタリアへ行ってきまーす。というわけでイタリアへ出発でございます。お世話になりました。いや、お世話になりました。ミカちゃんはまだ戻ってきますもんね。そうです。あと1ヶ月。でももう1ヶ月。ちなみにワイフ内藤さんは私が日本へ帰ったタイミングで、フランスでですね、パリでなんと語学学校に通うというですね、チャレンジをするということでございます。さらにですね、その後ポップアップが続きますが、フランス語のですね、勉強を続けていくということでございます。と思った矢先、私は、忘れ物をして戻ってきてしまいました。いや、水筒。水筒とサコッシュを忘れてしまいまして、あった。はい、大事なサコッシュです。これがないとイタリアへ行けません。大変お世話になりました。ありがとう。いや、OK、今アビアント。まだギリギリウーバーは来てないみたいですね。間に合いました。水筒もありがとうございます。焦ったもう着くわ。もう着きます。ボンジョーサバウィというわけで、大丈夫。シャルルドゴール空港へ向かいたいと思います。よいしょ。今回カバンを2つ持ってきたんですけども、一つはですね、私が日本に持って帰るカバン、もう一つはですね、イタリアで持っていくカバンということで、一つに2人用の荷物が詰まっておりまして、1個はですね、とりあえずこのイタリアのためには必要がない、荷物が詰まっているので、これをですね、とあるところに預けます。このシャルルドゴール空港には荷物を預ける場所がありまして、ターミナル2に TJ ベイというですね、新幹線みたいなのがあるんですけども、その近くにこういった、荷物を預ける場所があります。ただ到着したんですけども、中身が空っぽ。調べてみますと、なんと店舗が移動したということです。ただですね、ここの店舗から下の店舗に移動しただけで、すぐですね見つけることができました。本当に、一つ下がったところの奥って感じですね。はい、こちらです。バゲッジストレージ。こちらにですね荷物を預けて身軽になってイタリアに向かいたいと思います。
事前にですねメールを送って一応予約はしているんですけども、はい、チェックインしていきたいと思いますが、どうもですね予約番号が、送られてきてませんでしたので、はい、確認してみますと予約番号が届いていなかったということで、パスポートを使って確認してもらいました。とりあえずですね問題なくもう事前に支払いはできていたので、その確認ができたということで荷物を預けることができました。こういったですねやはり荷物を預けることによって身軽に旅行ができますので、こういったサービス利用するのもいいと思います。はい、無事荷物を預けることができました。約1日多分ね10ユーロぐらいなんで、5日間で50ユーロぐらいですね。はい、無事荷物を預けることができました。これを知ってたらヨーロッパの旅ちょっと快適かもね。ちょっとした旅行行くときにね拠点があれば上ですね。出ました、イージージェット。ちなみに今回予算の関係で空港会社をイージージェットというですね飛行機会社にしました。確かに他の空港会社と比べると安いんですけども、いろいろですねやっぱり制限がありまして、預け荷物は何キロまでとか、手荷物は何キロまでとか、もしそれを超えた場合は、追加料金がかかると、もしくは事前にですね予約をしておいて追加で料金を払っておくというねことになります。実際ねトータル考えるとそこまでね料金は変わらないのかなとは思うんですけども、一般的な LCC 以外のやつでも。というわけでイタリアに向かいたいと思います。やっぱりですねエアイタリアのねデザインはすごくねかっこいいんですけども、イージージェットのなんか飛行機の色が若干チープに感じてしまうのは私だけでしょうか。あれが私たちが乗るタヒチとイタリアに挟まれてるオレンジのちょっとチープなやつなんですけど、いいですか。だいたいフライト時間が1時間半ほどでパリシャルル・ド・ゴールドからイタリアはミランに到着です。イタリアの街並みが見えてまいりました。イタリアの旅スタートです。無事イタリアはミラノに到着でございます。 Thank you. It's all? That's it. Thanks. Thank you so much. No. I hope it wasn't true. Yeah, alright. Good boy. No worry. Okay. Okay. Oh, bye bye. 何食べましょうね。パスタ、ピッツパスタとか。ァ、モレッティ。Okay. というわけで、空港を出ますと、バスがあるのでバスでミラノ市内に向かいたいと思いますが、ここにはですねやはり白タクがございまして、ここはね、調べてはないんですけども、あまりこういったタクシーに乗らない方がいいというのはね、世界中同じじゃないかなと思いまして避けました。一応ねバスでもミラノ市内に行けるんですけども、どうやら最寄りのエアビー、今回ね我々が泊まるエアビーは、電車で行った方が良さそうなので電車で向かいたいと思います。どっちにしようか。でも6駅45分。あとですねやっぱりイタリアはフランスよりもスリが多いことで有名でございます。ですのでしっかりですねめっちゃ脇空いてるけど防犯をしてノースリーブですけど大丈夫。電車に乗りたいと思います。幅はい、こちらがチケット売り場ですね。使えるの？チケットもですねクレジットカードでそれもタッチ決済で購入できますので非常にね便利だなと思いました。というわけで最寄りの駅へ向かいたいと思います。やはりですねちょっと驚かされたのが
駅の綺麗さですね。もちろん新しいというのもあるんですけども、ゴミなどがねないんですよね。フランスから来た我々にとってはやや衝撃的な事実、こんなにもイタリアが綺麗なんだと驚かされました。そしてもう一つ驚かされたこと、それは電車の到着時間でございます。私のイタリアのイメージ、すいませんね、勝手なイメージで絶対遅れるっていうのが私のイタリアのイメージだったんですけども、なんと帝国通り、なんやったらちょっと早いぐらいのタイミングで到着でございます。というわけでミラノ市内へ向かいます。車窓から望む風景、なんだかですね、懐かしい雰囲気を感じるイタリアの街並みです。はい、乗り換えをする駅に着いたんですけども、ちょっとですねチケットを買い間違えてというか、ここまでのチケットしか購入できなかったみたいなのでチケットを買い直します。しかしイタリアのミラノの駅はですね、なんとチケットを購入するのではなくて直接なんとクレジットカードで購入して乗ることができるんです。これはね正直とんでもなく便利だなと思いました。日本もねこの制度を導入してくれるとねいいなと思うんですけども、いかがなんでしょうか。すげえ、めちゃ便利。ちょっとね、電車の上りか下りかがわからなくなってしまいまして、聞いてみたところ、逆側だと教えてくれました。一応イタリア語で聞いて帰ってきたのがイタリア語なので、正直全くわからなかったんですけども、指さす方向は逆サイドということはイコール逆サイド、ボディーランゲージは世界共通というわけで、ホテルの最寄り駅へ到着でございます。ここでですね、我々ワインショップのオーナーサンちゃんとの合流でございます。サンちゃんはミラノで、住んでいたことがあるのでイタリア語、そしてですね土地勘があります。心強い友人がいてくれてイタリアの旅も楽しくなりそうです。トラムが走ってるんだ。うわー、オーマイガー。一応ね駅構内で待っててくれたそうなんですけども、発見できなかったというねサンちゃんでございます。ありがとうございます。あれはやっぱりボンジョールノ、ボンジョールノ。サバはフランス語でしょ。サンちゃんは本日タイ経由でこちらミラノに到着したばかりなので、若干寝不足、そしてジェットラグがあるそうなんですけども、元気そうで何よりです。俺も内藤さんすぐ分かる。そっか。タイで僕みたいな人たちいっぱいいたでしょ。めっちゃ分かる。大体内藤さん他人とは思えないですかね。僕もびっくりするぐらいもういっぱい。イタリアって綺麗だね。めっちゃ綺麗。これでサンちゃんパリちょっと無理かもしれん。僕らあまりにも綺麗でびっくりしてて。もうイタリア来てからイタリア綺麗やな。イタリアってミラノ市内にはですねトラムが走っておりまして、街並みもですねとっても綺麗です。やはりですねフランスと比べるとあれなんですけども、街、いわゆる道ですねにゴミが少ない、とっても綺麗な街だなと思いました。こちらは国民性なんでしょうか。まだ着いたばっかですもんね。今から石畳になったらこれちょっと担ぎますんで、ちょっとこれ引いてもらやはりですねヨーロッパはあるあるなんですけども、石畳がありまして、やはり
このキャリーケースを運ぶときは結構ですね、この石畳、車輪が引っかかってしまったりとかガタガタするので運ぶのは大変ですね。イケオジが多いんでしょ、イタリア。イケオジが多いんですよね。それにしてもですね、イケオジが多いですね。イタリアといったらイケオジ、特にイケオジはミラノに多いそうです。というわけで無事エアビーに到着でございます。はい、こちらがですね、サンちゃんが探してきてくれました Airbnb でございます。非常にですね、清潔感のあってとても素敵な宿です。1階と2階にベッドルームがありまして、それぞれですねシャワールームがあります。下にはですね洗濯機がありまして、私は早速洗濯機を回しました。キッチンもあってね、とっても素敵な宿でしたね。というわけで今からですね3人で食事に出かけたいと思います。ワインの専門家のサンちゃんに任せてレストランはお任せしたいと思います。わかりやすい。近くにはですねこんな素敵な川が流れておりますので、非常にですね、なんか大阪のなんでしょう、道頓堀みたいな雰囲気でしたね。こちらがですねサンちゃんが見つけてきたワイン&バー、そして食事が楽しめる場所なんですけども、その名もエノテカビストロフローラですかね。閉まっとるやないかい。Google にはですね本日やってますよってね書いてありました。ちなみにこの看板には、毎日やってるぜってね書いてあるんですけども、この日はなんとお休みということでございました。というわけで別のお店に向かいたいと思います。ここにはですねこういった形で音楽を鳴らしている少年たちがいたり、非常にですね素敵な街でございます。はい、川ではカヌー体験をしている人たちもいらっしゃいましたね。すごいよ、お客さんが。ナイトさんもベネチア行ってあるで。すごい写真撮るとこめっちゃあるから。ベネツィア、オーマイガー。気持ちよか本当にですねこのタイミングの、ミラノはですね気候がとっても良くて、暑くもなく、寒くもないというですね最高の環境でございました。サンちゃんが見つけてきたこちらのお店、ナチュラルワインが楽しめるレストランに入りたいと思います。ワイン全部サンちゃんに任せる。よろしくお願いします。いやーもう本当にねイタリア語ができるサンちゃんのおかげでこういったオーダーもですね全部任せてしまっております。そしてなんといってもワインの専門家なので、非常にですね心強いですね。Il terzo è come lo champenoise in Italia, più classico, metodo classico molto buono, epoche. Il primo è Spergola da Emilia, il secondo è Rosato Aglianico da Campania, the South. いつになく真剣な目になってる。どうする？普通のペットナとか。テイスティングです。いかがでしょうかワイフ内藤さん。美味しそうです。美味しい。Molto bene. Buono. 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 Grazie. Salute. サルーテ、イタリア語の乾杯はサルーテです。いただきます。うまい。すごく素敵なお店なのでここで写真を撮らせていただきたいと思います。Posso fare una foto? Sì, sì, certo, of course. 覚えたてのイタリア語を使って写真撮っていいですかと聞いてみました。ロベルト・バッジョの入れ墨が入っている、ここのスタッフさんですね。ちなみに今イタリアは3大会連続でワールドカップに出場していないそうです。あんなにねサッカーが有名な国なんですけども、なぜですかね、不思議なものです。Questo si chiama moccetta, moccetta e viene da montagna, Val d'Aosta, è di non maiale e di mucca, manzo. ここでは最高の
イタリア産のハムをいただきたいと思います。ここの料理本当に全てですね美味しかったですね。もう日本のいわゆるコロッケみたいなものもありましたし、タラのですねミルクで煮つけたこちらのパンの上に乗ってるものなんですけど、これもねイタリアの郷土料理ということで、いろんな店にですね置いてありましたが、めっちゃいい匂いしますねこれ。はい、魚介の確かにライトだ。なんかほらだしっぽくてさ。グラテチャオグラテチャオチャオチャオ。イタリア人の方の方がですね非常にフレンドリーな雰囲気がありますね。はい、こちらがさんちゃんおすすめのジェラート屋さんでございます。イタリアといったらジェラートですよね。これケーコなんだ。メロン食べて。色味が綺麗。ムーロン。うまいね。ここのジェラートも本当に美味しかったです。グラセボナセナータ。やっぱりですね少しでもね覚えた言葉を使っていくというのが私の旅の精神でございまして、おやすみなさいボナセナータという言葉を覚えたので早速使っておきました。やっぱり言語というのは使わないと覚えていかないので、恥ずかしがらず使っていこうということで使っております。さてここは有名な大聖堂があるところですね。その近くには、街道がありまして、有名なブランドショップが並ぶ街道がございます。そしてここにはですね非常に有名なものがありまして、牛のちゃんにかかとを当てて3回ぐるぐる回すというですね非常によくわからない儀式があるんですけども、私もやってまいりました。はい、翌朝おはようございます。おはようございます。ボンジョールのミカちゃんの出がらしです。2番でした。2番でして。ワイフ内藤さんの出がらしのパックをしているビートナイトです。じゃあ食うてるやん。うまいよね。いやうまい。いややっぱりねこういう時に飲んだ後はこのしじみ汁、これはね本当に効きますね。宿の近くというかもう宿のこのガーデン内はちょっともう公園っぽくなっていてですね非常に心地のいい場所でした。てか本当にちょうどいい。暑くもなく寒くもなく一番心地のなんだこのヘブンは。なんだこのヘブンタイムは。帰れなくなりそう。心地よすぎるぞ。というわけでさんちゃんおすすめのカフェに行きましょう。カフェに。ちなみに三好くんも YouTube やってます。ちなみにさんちゃんは今ですねナチュラルワイン専門のポッドキャストをやっておりますので、ぜひですね下の概要欄をご確認ください。やはりですねイタリアミラノもですねこういったマルシェいろんなところでやっておりました。というわけでさんちゃんおすすめのコーヒー屋さんに到着でございます。チャオ。ボンジョーロ。涼しいんだね一応。昼ちょっと目覚ましたい時にエスプレッソ。じゃあカプティーノ。このお店にはですね僕とワイフ内藤さんが好きな、こちらのブランドのものがですね取り扱ってましたね。このオーツミルクとっても美味しくてうちにもあります。朝食をですねいただきたいと思います。でここからですねイタリアといったら結構有名なイータリーというですね、品質の高いですね食材などが売られている場所があります。ちなみにフランスや日本にも確かあったはずなんですけども、こだわりの食材や物が置いてあるショップでございます。この上にはですねレストランもありまして、せっかくなのでここでパスタでもね食べようということでパスタを食べに行きたいと思います。正直ですね、こういったモールに入っているパスタなのでいまいちかななんてね思ってたら全然そんなこともなく、もうイタリアはどこの場所も
大変美味しいという、ことが分かりました。さんちゃんはウニのパスタ、私はですね定番のモッツァレラチーズのトマトパスタでございます。正直そこまで期待していなかったんですけども、大変美味しいでございます。なんか僕たちが美味しいと思うパスタは結構塩分量が結構海水に近いギリギリのもので食べるとやっぱりうまいなって思うんですけども、イタリアのパスタは比較的塩分量が調節されていて、そこまでパンチはなかったんですけども、素材の味がしっかりですね乗っていて、とっても美味しかったです。地域によって作りが違うんですね。最初こっち接客はどうですか？そんなオッティモ。いや本当にイタリアはファッションもおしゃれだと、そしてイケオジが多い。イケオジ。そしてもう一軒ですね、結構カフェの老舗がありまして、さんちゃんおすすめの場所ということで、こちらにもですね行ってみました。私はお昼にはこのエスプレッソ、やはりコーヒーの味を楽しむにはエスプレッソということで、エスプレッソをいただきます。僕だ、入れます？こっちの人。この日の私は夜寝つきが悪かったことをご報告しておきます。ちなみにエスプレッソではですね、砂糖を入れるのがやはりこちらの常識みたいで、砂糖を入れないものは完成していない枝と例えられるほど、エスプレッソと砂糖というのは切っても切り離せない存在らしいです。とっても素敵なカフェでございました。さんちゃんありがとうございます。そしてたまたまワイフ内藤さんが見つけた家具屋さんがあったんですけども、そちらに入ったらですね、もうとんでもなく素敵な場所で、もう本当にアートギャラリーのような家具屋さんでした。そして私がどうしてもお会いしたかった方、僕がですねインスタグラムでフォローしている、サトシさんです。今ですねイタリアミラノで、店舗を構えていて、植物であったり古着を販売しているんですけども、ちなみにこちらのお店はサトシさんのお店のすぐ近くにございます。こちらもこだわりの食材がたくさん置いてあるショップ。ちなみにオーナーさんは日本のことが大好きで、お子さんは、日本人の女性と結婚されたそうです。日本のですねこだわりの商品、そしてイタリアの中のこだわりの商品が並ぶ、とってもこちらも素敵なお店でございます。ぜひミラノに来た時はですねこちらへお立ち寄りください。私はサトシさんが手掛けるこちらのニューエラのキャップと、あとは古着をですね購入させていただきました。またですねミラノに来た際はこちらにね立ち寄りたいと思います。そして、夜はですねさんちゃんのお友達と一緒にですね、食事ということでエノテカナチュラーレというですね、こちらですね今ミラノのイケてる方々が集まると言われている、エノテカナチュラーレにやってまいりました。生ハム、そしてこちらオリーブと思いきや、こちらはスモモだったかな、スモモの酢漬けでございます。大変美味しかったです。そしてお店が移動しましてこちらなんですけども、ここがですね非常に今予約が取れない場所なんですけども、こちらがですねさんちゃんのお友達でベネチアでオステリアジョルジョーネダマサのオーナーさんのマサさんでございます。もう本当に、もちろんプロのシェフでもありますし、もうワインに精通されている方で、もうとてつもなくワインに詳しい方です。もともとさんちゃんとはもう20年来語学学校時代のお友達だそうで、今もですねこうして交流があるそうです。そのマサさんが予約してくれたこちらのレストラン、料理もワインも普段なかなか見ることのできないワインなどをですね、たくさん堪能させていただきました。マサさん本当にありがとうございます。そしてこれからマサさんにはですねベネチアでも大変お世話になります。引き続きマサさんよろしくお願いいたします。何の品種が使われているかというのをですねチェックしている作業でございます。赤ワ
ちなみにワインの詳しい人でもなかなかですね、こういったブラインドテストってね、わからないって言われてるんですけども、これはね、素人の僕にはね、わからないですね。ちなみにもうマサさんはイタリアにもうすでに20年くらい住んでるのかな。もうマサさんはもうイタリアに約20年近く住んでるということで、もうイタリアがもうペラペラでございます。はい、このタイムご視聴ありがとうございます。ぜひですね、このタイミングでチャンネル登録、そしてコメント、皆様のですね、リクエスト、ぜひぜひコメント欄に残していただければと思います。本日はですね、イタリアの初日の旅でございまして、これからですね、我々はもう少しミラノを楽しみ、ついにベネチアへ向かいます。